さて今日はですね、京都で祇園花月で漫才なんですけど、その漫才終わりで僕の大好きな京都の中華屋さんに行こうと思っております。これ何マラソンやったんですか？京都マラソン言うて、ね、京都マラソン。平安神宮のとこがゴールで。ああ、そっか。最終ランナーが到着するのが4時頃ですかね。あ、じゃあそうか、まだ走ってはんねや。じゃあそう1万1000人が走ってます。すごいですね。1万1000人走ってらっしゃるんですね。で車は、祇園エリアに入ってきました。南座、そして八坂神社前通りまして、吉本の祇園花月劇場に着きました。今回ね、2回出番ありますザ・ボンチさんとかね、笑い飯とか言いますけど、その合間にですね、1回目終わって2回目と1回目の合間に祇園花月の劇場の横にあります喫茶店ですね、行きまして、ちょっと休憩。ここのお母さんがね、お父さんもお母さんも仲良くしてくれています。でカフェオレとこれシュークリームですね。シュークリームなんかサービスで出してくれました。ありがとうございます。さあこれをいただいて2回目の漫才出番終わって、東道院通りのあたりで、はい、東の東院か、東の東院通りのあたり。はい、わかりました。はい、そうか、ここの高島屋、なくなったんですね。あ、阪急や。そうですね。はい。そうか、阪急がなくなったんでしたっけ？阪急がなくなって、でエディオンが入った。はい、そうですね。渡ったとこでもいいですか？もし泊まれたら。はい。泊まりやすいところで大丈夫です。すみません、ありがとうございます。本気にありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで四条烏丸の交差点から徒歩3分ぐらいですかねのところにあります楽仙楼というお店。ここね本当に美味しいです。楽仙楼、こんばんは。いらっしゃい。ここ実は僕の高校の同級生がやってるお店なんですが、ここの同級生がご両親から受け継いだこのお店、すごいね本当に美味しいんですよ。人数いっぱいおったらな、いっぱい頼めていろんなもん食べれるのにな。一人やとどうしてもね。でも S サイズとかもあるから。はいはい。じゃあこの間食べて美味しかった黒酢麺。はい。黒酢麺を。黒酢麺、これニンニク入ってますけどいいですか？大丈夫です。はい。酢豚食いたいな。酢豚ね。この卵のトマト炒めも美味しいよな。昔作ってくれたよな。そうやな。でこれはほんまに美味しい。酢豚はでも本当に、人気ナンバーワンなんで。あ、マジで？いいと思う。じゃあしかも S サイズあるし。じゃあ酢豚のこれ酢豚と黒酢酢豚あるけど、黒酢麺頼んでるから普通の酢豚もない。もうこれはもうほんまに好み。じゃあ普通の酢豚を普通で、はい。 S サイズ。はい。なんかさ、普通の中華屋さんにないもんもあるよね。そうかもしれない。ジンスパイ牛、スペアリブの煮込みにじゃがいもの千切りをカリカリに揚げ包み込んでる。こんなんとかこれどこ料理？うちのシェフがすごく上手なやつ。全体的には中国の北方料理で、これはシェフのアレンジ料理。ああ、そうなんや。うちの今のシェフのアレンジ料理。もう延々とそのじゃがいもの揚げたんを、おつまみに食べれるっていう感じ。揚げナスのネギソース。はい。これもあんがめっちゃ美味しいから。あ、そう。ちなみにさ、ちっちゃいビールあるよ。小。じゃあ小ジョッキ。はい、小ジョッキ一つ。はい。これは飲まなあかんやつやな。これね。じゃあそれでお願いします。はい。さあ厨房です。まずは酢豚ですね。酢豚作っていらっしゃいますシェフが、もう本当にね一瞬でさっとできるんで、これちょっとすごいんでびっくりしますね。豚とね油が揚げられて、揚げられたやつがお鍋入って、今水溶き片栗粉ですよね。水溶き片栗粉、これもタイミング命ですからね。タイミングとどこまで火を通すかっていうのの命なんで、本当思ってるより一瞬でできます。とろみがもうさっととろみがついたな、 OK ってなったらもうすぐできますんでね。
さっさと返して、はい、もうできました。これがやっぱりプロの手際ですよね。これをまた火入れすぎてもこのとろみ具合が変わってくるし、入れなさすぎても片栗粉固まらないし、ちょうどいい具合のこれ。さあそして、ナスのネギ油ソースですね。これナスを奥で揚げてます。1本丸々ナスビを半分に切って、さっさと切れ目を入れたやつをこう片栗粉とかかなつけてこうパリッとね揚げてます。でこの中華鍋の方では、酢豚とは違う感じのちょっとこのあんですね。酢豚よりもちょっとこうシャバッとした感じのあんですね。これを作って、ナスが揚がったと同時に、ナスの冷めないうちにこの中華鍋の中にあるこのあんの部分を完成させてスッと合わせると、そういう感じです。これね、酢豚は甘酸っぱい感じですけど、これはちょっともうちょっとこう醤油の効いた感じで、この今ちょちょっと本当に片栗粉をちょっとずつってこう入れてはるんですよ。このねさじ加減がこのプロの腕ですよね。見てます。中華鍋の下はこれ火かなり強力ですから、あれだけの強火ですから、ちょっと入るだけでもだいぶ。さあ今入れたのあれネギ油かな、なんなんやろちょっとわかんないですけど、ナスのネギ油ソース、ナスを揚げたものに、さあ今ナスが揚がりましたね。揚がったやつをお皿に並べて、お皿の上でソースを合わせるんですね。でネギですね、ネギをちょっと乗っけて、ここにソースをかけると、今ピチピチピチってね聞こえましたかね。僕が喋ってたから聞こえてなかったですかね。これ美味しそうですよね。はい、完成しました。酢豚の S と揚げナスのネギソース。これはちょっと揚げナスのネギソースのあんと一緒に食べたら美味しいからサービス。うわマジでありがとう。これ何？蒸しパン？花巻き、そうやね。蒸しパンみたいな感じで肉まんの皮の部分だけで作ってて、ネギ油と塩をちょっと練り込んでああそうなんや。向こうではご飯代わりに食べるやつ。どうぞ。いただきます。すげえな、ナス丸々一本食べてんねん。いただきましょう。これほんとね美味しいんですよ。こう切れ目が入れてあるんで、スッとね短冊状にナスが取れるんですよ。食べやすい。この熱々のナスに熱々のあんがかかってて、でねこのナスの揚げ方が絶妙で、なんか天ぷらとか唐揚げみたいにパリパリカリカリとかではないんですけど、このところどころにカリッとした部分があるんですよ。そのバランスがめちゃくちゃよくって、ナスのジュワっていうのとところどころあるカリっていう部分のバランスがすごい嬉しいのよ。でこの酢豚もね本当にザ王道って感じ。この酢豚は本当に王道のこのあんもあれ酢豚のね甘酢のあんがなんていうかな、こう甘さがしつこかったりとかするところもあるんですけど、ここのところは本当甘いんだけどさっぱりしてる。でこの花巻ですね、これ豚まんとかの皮だけのなんか蒸したやつなんですけど、これなんかそれだけじゃなくて、なんかこの香りのする油となんか塩かなんか練り込んであって、微妙に味がついてて
すごい料理と合いますね。特にネギ油ソースと合うということで、ビールいただきます。やっぱね、お小ビールいいですよね。でこの、お店やってる同級生なんですけど、僕の高校の同級生で、ほんとね、あれ高2ぐらいの時かな、友達とね何人かでこの子の家に行ってね、ご飯作ってもらったことあって、その時に僕人生で初めてトマトと卵の中華炒めみたいな、今だと結構食べたことある人いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、割と本当に中国の家庭料理みたいなんですが、その当時僕が高校の頃、本当に中華って言ったらもう本当に定番、なんか麻婆豆腐、酢豚、チンジャオロース、こう定番のやつばっかりで、そういう中国の本当の家庭料理みたいなのがなかったんですよね。それを初めて食べて、ちょっと一旦中断します。この黒酢麺、この黒酢麺が美味しいんですよ。この、黒酢ベースのスープに、この上にチンゲン菜とかもやしとか、あと豚の炒めたやつとかが乗ってるんですけど、めったにないよな、黒酢麺ってな。ここでしか食べたことないもん。本当にこの味思いつく人いいひんはず。ここオリジナル？オリジナルよ。あ、そうなんや。そうそう、うちのお店のオリジナル。あ、本場にもないんや、別にこれは黒酢麺というものは。そういう感じの麺は、ないことはないかもしれへんけど、これではない。これではない。うちまかないで食べてたやつやから、もうそれがあんまりにも美味しすぎてメニューにしたから。ということなんですけど、本当にね、黒酢ベースのスープなんやけど、それになんかね、ちょっとこう本当に深みがあるというか、香ばしさなんかで、少しニンニクの香りで、なんかのこの中華の調味料で味付けられたなんか豚とかを炒めた風味とか、なんかね、こう複雑な味なんですよね。かといってなんかこう日本人があんまりこう得意じゃない、なんか癖の強い中華の味とかではないんですよ。シンプルな黒酢の味といえば味なんですけど、そこにちゃんと深みがあって、で他であんまり食べたことのない味があって、こうどんどん食べ進んでしまうんですよね。こうあっさりと深さが、コクとか、そこが全部が同居しているという、こうぜひちょっと一回食べてもらわないとわからないと思うんで食べてほしいんですけど、でさっきの話の続きなんですが、そうみんなでね、ここのお店やってる子の家に遊びに行って、でその時に本当のこの中国の家庭料理の味っていうのを食べさせてもらって、卵とトマトの炒め物、あと、水餃子ですね、それ食べさせてもらって、ほんまびっくりするぐらいうまくって、あ、本場の中華ってなんか今僕らが自分たちが日本で食べてる中華とちょっと違うんだっていうのを初めて知ったんですよね。でもともとこの今やってる僕の同級生のご両親、お母さんかながやってた水餃子をメインとしたお店やったんですよ。それでずっと当時から長らくやってらっしゃったんですけど、まあそこの水餃子も本当に美味しくって、で時を経て、一回僕のその同級生は他の仕事をしてたんですけど、ご両親もそれなりにお年になってきたから引退されるっていうところで、僕の同級生がじゃあ私が継ぐわということで継いで、
でシェフといろいろ試行錯誤を重ねながらこうちょっとずつメニューを増やしていって、今こういう感じの、本当に京都の真ん中でやってらっしゃるんですけど、ここね本当この今頼んでる酢豚と黒酢麺とナスのネギ油ソースも美味しいんですけど、これ何食べても美味しいです。本当に何食べても美味しい。でさっきメニュー見てもらっても分かる通り、割といわゆる普通の日本の中華料理屋さんにないようなメニューもちらほらあったりするんで、すごくね楽しいです。さあ行ってる間に全部ナス終わってでビール行きましたね。僕そんなにお酒強くないんでね、これ夕方の時間帯なんでこのぐらいの小ビールがちょうどいいです。ほんで今回ね一応もう友達なんで夜の営業のちょっと前に無理を言ってお店開けてもらってでいただきました。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。お忙しいやな、でこっち振り回るぼちぼちやでもぼちぼちやで。ぼちぼち本当にはい。ありがとう。ありがとうごちそうさまでした。ありがとう。じゃあね。お母さんによろしくね。ごちそうさまでした。ありがとう。じゃあね。ありがとう。ごちそうさまでした。またね。